こんにちは、ちぼです。今日はエジプト、トルコ10日間の旅パッキング動画をお送りします。今回の私のパッキングはエジプト5日間、トルコ4日間で最終日半日アブダビのトランジットっていうだいぶ詰め放題です。今回のパッキングのポイントとしては3つになります。まず1つがですね、全然気温が違う国に行くっていうことですね。エジプトとアブダビは結構あったかいです。なんですけどトルコは真冬なんですね。なので服装からしても違うし、エジプトとかだと日焼け止めとかも持ってくけど、トルコだったら防寒具がいっぱい必要になるとか、いつもよりか荷物は多くなっちゃうかなっていう気がしています。ポイント2つ目としては、ただやっぱり荷物はなるべく少なく軽量化にしたいということです。いかに荷物を少なくするかっていうのを考えました。で、ポイント3つ目としては、現地でね、買い物とかいろいろお洋服また買ったりとか雑貨買ったりとかしたいので、持って帰ってこれる空きスペースっていうのはやっぱり十分に取っておきたいというところです。なので今回はそれを踏まえたパッキングや荷物選定を考えてみました。参考になったら嬉しいなと思います。それでは早速パッキングスタート。まずは預け入れ荷物のご紹介から。バックパックはバーグハウスの40リットルを使用しています。こちらは2気室構造といってバッグ内を上下2つに分けることができます。そのため荷物を下側と上側両方から取り出せるようになっています。ちなみに上下隔てる底はファスナー式のため、ファスナーを開ければ1気室としても使用できます。続いて荷物です。まずは着替えから。今回は季節の違う国を周遊するので、普段よりも若干多めに準備しました。ヒートテックや登山用のインナーなど、暖かいけどかさばらずに体温調整できるアイテムを選びましたよ。エジプトは日差しが強いため日焼け対策の帽子を、トルコでは寒さが不安なのでフリース、靴下、手袋などの防寒具も持っていきます。充電器やコード類はポーチにまとめて、セキュリティポーチも持っていきます。今回はランドリーアイテムも持っていきます。あとはスキンケアアイテムやバスアイテム、そして今回こそ食器買いたいのでプチプチ持参します。やっぱり寒さが不安なのでカイロを、あとは現地の人に渡せたら嬉しいアメちゃんも。こちらはエチケット用品類と毎回持ってくドリップコーヒーです。そしてこちらはセキュリティワイヤー、あとは小銭入れです。以上が預け入れ荷物です。続いては機内持ち込み荷物のご紹介です。バッグは毎回お世話になっているウッズさんを使用しています。こちらは機内で使うものになります。こちらは折りたたみ式の軽量のフットレストです。こちらは耳栓や歯ブラシ、のど飴、あと機内は乾燥するのでスキンケアやアイマスクなどを入れたポーチです。こちらはセキュリティポーチ、ポケットピロー、エコバッグ、ノートとペン、そしてカメラです。タオル、パスポート、あとは薬や小さな小物類です。以上が機内持ち込み荷物です。では実際に詰めていきます。まずは街歩きと手荷物用ですね。で、これ一番最初に使うのはもう機内からになるので、機内グッズなどが入ってます。で、私が機内持ち込み用で使っているカバンはウッズさんというやつですね。中はこういう感じでポケットになっていて、こういう D 缶っていうのかながついていて、ここのインナーにファスナーポケットがあって、内ポケット2つついています。で、後ろにもポケットがあるので、いろいろ収納は小分けにしてできるようになっています。ここもしっかり分厚いので、肩にかけてても痛いことはないです。ここで調整が効くので長さも調整できます。で、ここに100均の反射ベルトみたいな、安全のために。あとはこれね、海外ってペットボトルでお水を買うことがメインになるので、これもつけてます。これね、羽田空港で買ったんじゃないかな。確か100均のやつ使ってたんですけど壊れちゃって、急遽空港で買いましたね。では詰めていきます。まずね、パスポートは当たり前に大事なんですけど、機内用ですね。折りたたみのフットレストになります。これはまた機内グッズレビュー動画とかでご紹介しようかとは思うんですけど、吊り下げ式のやつですね。膨らまして足元に置くやつではなく、前の席のところのこうガチャってやるところに使うフットレストになります。12時間ぐらい乗るんですけど、これはね、大活躍してくれるんじゃないかと思っています。あとはポケットピローですね。これも折りたたみ式で、こんなにちっちゃいサイズの折りたたみ式でカラビナがついているので、これ外とかにもくっつけておけるので
つけておきます。で機内快適グッズですね。これも100均で買ったポーチなんですけど、機内での時間を快適にするグッズが入ってます。歯ブラシだったり、喉飴、耳栓、アイマスク、これも100均で買ったやつですね。あとやっぱ機内乾燥するのでちっちゃいスキンケアも入れています。でアブダビ空港には無料シャワーがあるらしいので、ちょっと使おうかなって思ってるので、こういう使い捨てのシャンプーとかボディーソープを一緒に入れていて、フェイスマスクですね。実際に使うかどうかわかんないんですけど、使う時はなんかシャワーのレビューとかもできるように頑張ろうと思います。はい。あとはなんかこう薬とかはゴム、あとは安全ピンとかクリップですね。こういうの意外と安全ピンは現地で洋服買った時にちょっと丈が長い時とかにこう仮止めみたいな感じで私ウズベキスタンで使ったので、結構ねそういう意味では旅先でのニッチな便利グッズかなと思ったんで、あとは成田からアブダビってアブダビからカイロに行くので、そのアブダビの間の充電の時にガチャってドア鍵ロックかけられて4種類ぐらいのコードがついてて、充電ボックスもあるらしいんですけど、それなんか数が限られてるっていうのを見たんですね。なので変換プラグとコードを一緒に持ってって充電できるようにしようと思うんで、これも持っていきます。セキュリティポーチですね。これはウエストに巻くやつです。今回エジプトではこれを使おうと思っています。旅の便利グッズレビューとかでもまた詳細詳しく説明しようと思うんで、気になる方はこれちょっとその動画チェックしていただければなと思います。あとカメラですね。カメラはちょっとここら辺だいぶごちゃっとしてるのでいい感じに入れます。こんな感じです。終わりました。忘れたノートとペンですね。今回もね現地の人と現地の言葉でちょっとコミュニケーション取れたらなと思ってるので、自分が言いたいセリフをメモしています。またウズベク語同様ですね、なんか使えるなって思った言葉とかがあったらちょっとそういうのもね紹介しようと思うので、楽しみにしていてください。続いては預け入れ荷物の紹介ですね。預け入れ荷物はこの40リットルのバーグハウスさんのリュックを使おうと思います。これはウズベキスタンの時にも使ったやつですね。はい。これね2機室って言って部屋みたいに分かれてるんですよ。このリュックの下側パカッと開けたところ、ここがねちょっと屋根みたいになってて、ここと上で分かれるようになってるんです。別にこだわりはないんですけど、たまたま買ったのが2機室だったってだけなんですけど、分けたい時とか2つからアクセスに荷物できるようになるので便利っちゃ便利かもしれません。今回はエジプトとアブダビ、トルコなので季節が全然違うということで、冬用が2個ともうエジプトはなんかもう適当にほんと貧乏臭い服で貧乏臭い服でいきます。はい。服はなるべくやっぱり私はかさばりたくないのでニットとかを持ってかないです。トルコ真冬ですけど。で何を持っていくかっていうと、モンベルさんなんですけど、モンベルの真冬用のインナーですね。こういう登山とかアウトドアの真冬用、もうこれねこれ1枚着ただけですっごいあったかいの。もう着た瞬間からあったかいんです。朝のすっごい寒いとか言ってる時にパッて着ただけであったかくなるっていう最高の優れものですね。こういう薄手だけどあったかいものっていうのを持ってって、でプラス上に着てダウン着てレインウェア着てみたいな感じで重ね着することで空気の層を作ってあったかくしようかなっていう風に私は考えています。なので薄いですね。こういう一着のセットが。一番下が山用のインナーで、これがねユニクロのヒートテックのタートルネックかなっていうのを2種類持っていきます。下は寒い用のちょっと中がボアになってるフリースと、あとはなんだろうこれユニクロのジョガーパンツみたいなやつかな、エアリズムとかのさらっとしてる、エジプトとかはこっちにしようかな。着替えはこの2セットのみになります。であとはアブダビとエジプトは日差しが強いので帽子持ってくのと調整できるようにフリースは持ってこうと思います。防寒のものですね。あったかいフリースの靴下と手袋、腹巻きと、あとはユニクロのこういうやつですね。首あったかいっていうのもできるし、ここをなんかねツーウェイみたいな感じで絞るとこういう風にできるみたいな、帽子にもできますよっていうのがあったんで、マフラーと帽子を持ってくんじゃなくてこれを持ってって、ここら辺が寒いなだったらこっちやればいいし、首元寒ければ首にストンって下ろして使えばいいしっていうのと、あとちょっと試してみたかったのがイスラム教圏の国なのでトルコもエジプトもモスク入る時とかに髪の毛を隠したりとかするんで、ワンチャンこれの帽子をこういう風にねやって入れないかなっていうのをちょっとなんか試してみようかなって思ってます。そしたらなんか冬にねこれで1個でできるんだったら便利かなっていうことでちょっと試そうかなって
思ってます。だから結構ちょっとやっぱりかさばるね、こういうのはねやっぱりミニマリストの旅人の方とか教えてほしいななんて思います、はい、今回はトルコではですね3泊ドミトリーを使うんです。初めて個室じゃないところを使うので多分毎日洗濯をすると思うんですけど、一応こういう干すやつとかね持っていこうかなって思ってます。あとはなんかエジプトとかねお水が出ないとかあったら怖いなと思うので、ちょっとこの折りたたみ式のこういうやつ膨らましてこういう桶になるやつで、最悪ちょっと水が出づらいとかそういうのがあった時にこれを桶代わりに洗面桶だったり洗濯桶として使おうかなということで一応これ持ってこうと思っています。あとはお風呂セットですね、持っていきます。スキンケアですね、こういうフェイスパックだったり、日焼け止め、これはエジプトやアブダビとかで使うかなっていうやつですね。であとは北海道とかこういうティッシュとか、あとは私はブラックコーヒーが好きで絶対に飲みたくなっちゃうから、マレーシアとか行く時はコーヒーが甘かったりしてブラックがなかなか飲めないっていう機会があったんで持ってったんですけど、私コーヒー糖なんでねこれは一応ちょっと持っていこうかなと思います。はい、あとはスマホの充電、ポータブル充電器ですね。首下げ式のセキュリティパッチもこれも一応持っていきます。あとはセキュリティワイヤーですね。荷物をこうどっかに置いたりとかしなきゃいけない時とかの固定用ですね。ぐるっと巻きつけて南京錠で止めるみたいなやつも一応持ってこうと思います。エジプトとかでも電車乗ったりするので、もしなんかそういうのが必要になった場合とか使おうと思ってます。あとはカメラの充電器とかケーブル類をここに入れています。あとは現地の人とお近づきの印に可愛い飴を持っていこうと思っています。あとはですね、私なんか海外旅行行った時に絶対その国の食器が欲しいなとか思うんですけど、ウズベキスタンでもマレーシアでもね買えなかったんですよね。なんか食器の縁がないのか、ウズベキスタンは最終日に買おうと思ったら私がもうお腹下しちゃって上下回らんようになって買い物どころではないっていう状態になったって話ですね。これ私 Vlog でも喋ってるんですけど。であとマレーシアはマラッカでプラナカン食器を買いたいなって思ってたんですけど、なんか全然見当たらなかったのと、見つかったとしても高かったってやつですね。なので買えなかったっていうやつなんで、今回こそはねトルコかエジプトで可愛い食器買いたいなと思ってるのでプチプチ持っていきます。以上になります。入れ終わりました。こんな感じです。結構ちょっと重いかもしれないこんな感じです。マレーシアよりやっぱ重いですよね、当たり前なんですけど。ちなみにね防寒具とか以外はここにもう全部収めました。こっちの下の2気質のフックだけの方に。あとは防寒具をここの中にちょっとシュッて入れてて、まだここら辺は空いてます。この全部余裕が。なのでここにこの荷物をですね入れて、入るかな、ちょうど現地でのお買い物とかは入れていこうかなと思います。あとはもうちょっとうまく詰めればまだ全然入りそうなので、こんな感じですね。行きの空港まで行く時とかはもうこの1個リュック背負っとけばいいでしょっていう状態にしておこうと思います。できました。これでエジプト、トルコ、アブダビ10日間の旅に行ってまいります。お土産もいっぱい詰めて Vlog で皆さんにいろんな情報をお届けできればなと思っております。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらいいねや高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではですね Vlog 自体は楽しみにお待ちいただければなと思います。じゃん行ってまいります。では最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。